はい、どうも、研ぎ師亮太です。今日は鋼材の選び方をお伝えしていきたいと思います。皆さん、包丁の鋼材っていっぱいあるので、どれ買ったらいいかすごく迷うと思うんですけど、今回はそんな時にすごく簡単に分かりやすく選ぶ方法っていうのをお伝えできたらなと思います。なので今回の動画ではそんな難しいことは言いません。とりあえず、包丁のことをあまり知らないよとか、初めて包丁買いに行くとか向けの方に、ちょっと分かりやすくどういう違いがあるのかっていうのをざっくり説明する動画になります。なので悩んでいる方とかもぜひ見ていただけたらいいなと思いますし、包丁に詳しい方もおさらい程度に見ていただけると嬉しいです。では早速いきましょう。ここに包丁2本あるんですけど、これそれぞれ違う鋼材になっています。で、何が違うかというと模様も違うんですけど、刃に使われている鋼材が違います。で、今出してるのがそれぞれ何かというと、こっちが SG2 っていう鋼材で、こっちが VG10 っていう鋼材になります。V 金10号とかとも呼ばれますね。こんな感じで包丁の材料って言ってもいろんな固有名詞があります。こっちが SG2 で、こっちが VG10、V 金10号っていう鋼材ですね。こんな感じで、ちょっとややこしい名前がそれぞれついてるんですけど、もうちょっと簡単に説明すると、鋼とステンレスって皆さん聞いたことあると思うんですけど、包丁の鋼材大きく分けると鋼とステンレスに分けることができます。で、それぞれの特徴としましては、鋼の包丁の方が切れ味がいいです。で、それに対してステンレスの包丁っていうのは錆びにくいです。まずこの2つを覚えていただけたらもう7割 OK です。じゃあ今言ってたこの SG2 と VG10 って何かっていうと、この鋼の中とステンレスの中で、それぞれグレードがあります。で、この今言ってた SG2 と VG10 っていうやつはどっちもステンレスの包丁になっていまして、そのステンレスの包丁の中のグレードの一つになります。ちなみに、この実光で販売しているステンレスのこういう家庭用の包丁ですね。これのグレードっていうのが現在大きく分けると5つあります。その5つの中の2個です。このグレードはじゃあ何が違うのっていうと、まずグレードが高いやつの方が値段が高いです。それが1つ。あとは2つの指標があって、切れ味と持続性、どれだけ包丁が切れ味落ちずに切れ続けるかっていうのがあるんですけど、その2つがグレードが高くなるにつれて、良くなっていきます。なんで、基本的にあんまり詳しく知らずにとりあえずいい包丁が欲しいっていう方は、鋼、錆びるけど切れ味がいいやつ、ステンレス、錆びにくくてお手入れがしやすいやつのどっちかをまず決めていただいて、でそのどっちかがいいって決まったら、あとはご予算に合った選び方をするか、もしくはもうシンプルに一番切れ味がいいやつ、シンプルに一番切れ味が落ちにくいやつで選んでいただくのがいいんじゃないかなと思います。これが一番分かりやすいですね。で、じゃあグレードが下がるとどうなるかっていうとなんですけど、グレードが下がると、もちろん一番上のグレードのやつよりは切れ味落ちるんですけど、それでも切れ味が悪いっていうわけではないので、下のグレードのやつでも切れ味もいいですし、持続性も全然いいです。ただうちが10個で取り扱っている中では下のグレードっていうだけですね。なのでとりあえずそこら辺がわからないので、予算で選びたいよって方は、そのグレードに合ったご予算で選んでいただくのがいいかなと思います。で、それよりも性能を重視して選びたいっていう方は、切れ味の軸か持続性の軸かで選んでいただけるといいかなと思います。で、それぞれの指標がこんな感じで今画面に出てると思うんですけど、この画面の指標になっています。なんでステンレスの中の切れ味のグレードで選ぶときは、ストリクス、SG2、銀酸、VG10、モリブデンっていう感じの順位になっています。で、それに対してステンレスの中の持続性、切れ味が落ちにくい包丁で選ぶっていう時は SG2、ストリクス、VG10、銀酸、モリブデンっていう感じになっているので、この2つのどちらかでご自身が重視されている方を選んでいただけたらなと思います。両取りしたいよって方はもうグレード上の方の包丁を選んでいただいて、微差になるんですけどどっちの方がいいかなっていうのをちょこちょこ見ながら、切れ味かな持続性かなっていう感じで、選んでいただけると楽しいんじゃないかなと思います。で、基本両刃の包丁に関しては、ステンレス使われる方が多いかなと思うので、鋼に関してはそんなに気にしない方も多いかなと思うんですけど、一応鋼の鋼材のグレード表がこんな感じになっています。で、鋼に関しては両刃の包丁よりも片刃の包丁の方が気になるかなと思いますので、ちょっと片刃の説明もしていきたいと思います。で、包丁、今こちらにお見せしたものが両刃の包丁、両サイド均等に研がれている包丁になるんですけど、包丁には両刃と片刃ってあって、片刃の包丁、要は刺身包丁とか出刃包丁とか専門性の高い包丁ですね。そういう片刃の包丁と両刃の包丁で用意されている鋼材の量が違います。なんで、片刃に関しては、料理人さんの方が多く使われる
ことが多いと思うんですけど、ご家庭用の方でも魚さばくの趣味にされてる方や、お刺身をお家で引きたい方っていうのは、型番包丁を使おうかなと思うので、ちょっと型番の方の説明もさせていただくんですけど、型番の方に使われている鋼材も鋼とステンレス、大きく分けるとこの2つがあります。10個で取り扱っている型番のステンレスの包丁は、種類が少ないので、こちらになります。2種類です。SG2 と銀酸、この2種類になるので、ステンレスだとこの2つから選んでいただくのがいいかなって思うので、結構シンプルですね。この2つの違いは SG2 が切れ味良くて、さらに錆びにくいです。で、銀酸の方は SG2 よりも研ぎやすいっていう鋼材になっているので、切れ味が良くて錆びにくいのを選ぶか、自分でメンテナンスするときに研ぎやすいものを選ぶかっていう感じで選んでいただけたらなと思います。で、続いて型番の鋼になるんですけど、型番の鋼はこんな感じになります。これが簡易的な表になるんですけど、青鋼と白鋼ってあって、この青鋼ってやつの方が値段が高くてグレードは上のものになっているんですけど、特徴がちょっと若干ややこしくて、この2つ青鋼と白鋼で何が違うかっていうと、青鋼の方が切れ味の持続性がいいです。なんで切れ味が落ちにくくて長くずっと使い続けることができるっていう鋼材になっています。で、それに対して白鋼っていうのはシンプルに切れ味がいいです。それと白鋼は研ぎやすいので、こういう型番の包丁は結構ご自身で砥石を使ってメンテナンスされる方も多いかなと思うので、結構その研ぎやすさっていう要素も重視されてくるかなと思います。で、白鋼は切れ味が良くてさらに研ぎやすい鋼材っていう感じになっています。なので切れ味がいい方がいいっていう方は白鋼を選んでいただいて、切れ味を持続させたいって方は青鋼を選んでいただくっていう感じがいいですね。で、この表には載ってないんですけど、青鋼と白鋼の下に SK 材って呼ばれるグレードの鋼材もありまして、これが一番値段的には安いです。価格を抑えたいという時はその SK ってやつがおすすめですね。ちなみに補足でちょっと細かい話になるんですけど、この青鋼と白鋼っていう中にもちょっと細かく分類分けされてて、青紙1号とか青紙2号とか白紙1号とか白紙2号っていうのがありますので、そちらに関してはここでお話しするとちょっと結構難しいお話になってくるので、また次回の動画でお伝えできたらなと思います。ということで、これが鋼材の選び方のざっくりとした説明になります。まず選んでいただくのか鋼かステンレス、要は錆びるけど切れ味がいい方か錆びにくい方、この2つを選んでいただきます。で、次にご自身が欲しい包丁が、両刃なのか片刃なのか分かっているのであれば、それを選んでいただきます。この両刃片刃に関しては専門性の高い刺身出刃とかは片刃です。で、お家の普段使いの包丁っていうのは基本両刃になっているので、ご家庭用の包丁が欲しいという方は両刃になります。で、両刃の場合だと基本ステンレスの包丁になるかなって思いますので、ステンレスの包丁がいいってなった場合は、グレードがこんな感じであるので、この中から切れ味か持続性どちらかを重視して選んでいただくっていう感じになります。で、あとはご予算に合わせた包丁を選んでいただけたら完璧かなと思います。で、あとは刺身包丁とか出刃包丁などの型刃の包丁ですね。ここら辺は、ステンレスだとこんな感じ SG2 と銀酸、切れ味が良くてさらに錆びにくい鋼材か研ぎやすい鋼材っていう感じになります。で、鋼の方はこんな感じで青鋼と白鋼がありまして、青鋼の方が切れ味が落ちにくい包丁になっていて、白鋼の方が切れ味が良くて、さらに研ぎやすい包丁になっています。なので包丁の材質を何にしようかなって迷われている方は、今回の動画を参考にして選んでいただけるととても嬉しいです。ということで、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が少しでもいいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。